アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。最近水槽の状況も落ち着いてきてますが、以前から照明について気になってることがあるんで、今回その作業をします。ちょっとわかりやすくするために何も入ってない時の映像です。なんか懐かしいなこれ。気になっていたことの一つ目は照明の置き方です。この手の照明はこういう風に水槽に引っ掛けて乗せるのが多いようなんですけど、これ水の上に電気製品をただ置くだけっていうのにアクアリウム始めた時から結構びっくりしてたんですよね。もちろん防水になってるんでしょうけど、いろいろ作業してる時も動いちゃって邪魔なんで気を使わないでいいようにぶら下げることにします。まずは照明本体と関係ないストッパーのところに穴を開けます。穴が細いんで電気ドリルじゃなくてピンバイスっていうのを使って 0.8 ミリの穴を開けます。で、用意するのが 0.3 ミリのステンレスワイヤーです。これステンレスなのは錆びないようにっていうのと、すごく細いのは目立たないようにっていう感じですね。これをこちらのオーバルスリーブで固定します。カシメって言った方が僕はわかりやすいですね。そしてこちらがカシメを圧着する工具です。カシメはこんな風にしてワイヤーを折り返して2本一緒にカシめるようにします。これいくら圧着しても引っ張った時にこうずれてっちゃう可能性があるんで、保険のためですね。でこれ工具でグッとカシメを潰して、でワイヤーを照明の穴に通してこんな風にぶら下げることができるようになりました。当然照明左側も作業しておきます。で次に用意するのがこちらの溶灯釣りです。これなんとかフックっていう名前かと思ったんですが、溶灯釣りっていう名前なのを初めて知りました。でこれを水槽の真上にある棚にねじ込んで、ここに照明をぶら下げます。僕の環境だからできることではありますが、例えばなんかの下段に水槽を置いたりするんだったら、こういう方法もアイデアの一つでいいかもしれません。ワイヤーで引っ掛けるだけなんで、すぐに取り外しもできますしね。で、照明用のスタンドが売ってるんですけど、この支柱の部分とかも含めて、どうしても水槽にいろいろ物をつけたくないんですよね。パイプとかいろいろ出てるのも、ちょっとラボ感があって、それはそれでかっこいいんですけど、これは単なる好みの話ですね。で、いい感じの高さを定規で測ったりしながら、ワイヤーをまたかしめて圧着して、反対側も同様に作業して、これで照明をぶら下げられるようになりました。で、早速ぶら下げてみて、で、この今つけてるメガネは、老眼用のハズキルーペです。老いっていうのを受け入れた証ですね。ちょっとこれ角度がダメなんで、直してみると、グリンってこう回っちゃうんですよね。で、これワイヤーが左右一本ずつなんで、完全に重心を捉えてないと、照明が水平にならないんですよね。これ失敗です。で、こういうのは DIY につきものなんですけど、それより水槽に映り込むんだから白い服やめろって感じですよね、これ。っていうことで、ワイヤーを2点で固定するように変更して、思ったように吊り下げることができました。これで水槽の作業をするときも、照明を気にしないで手を入れられるようになりました。ただ、吊り下げるのはこれで OK なんですが、もう一つ気になってることがあって、この壁を見てもらうとわかるんですけど、光の漏れと反射です。照明の位置を高くしたのもあるんですが、水面に反射してこう上に向かって光が出ちゃってるのと、照明より下方向もかなり周囲に光が漏れちゃってるんですよね。これは僕は部屋の中がちょっと明るすぎるのがどうも苦手で、実際間接照明だけにしてるんですけど、水槽自体が明るいのは仕方ないんですが、この余計な漏れた光がどうも変なところを光らせちゃって気に入らないんで、シェードを作って遮りたいと思います。で、用意したのは低発泡塩ビ板です。軽くてある程度丈夫で加工しやすくて水に強くて黒い素材ってこれが一番かなと思いました。あとはもう実物合わせで計測して切り出してからカッターで少しだけ切れ目を入れて折り曲げて作るだけです。このままだと動かしてるうちに多分折り目から避けてっちゃうんですけど、このシェードがどういう構造だと僕にとって使いやすいかまだわかんないんで、とりあえずがっちり作り込まないで仮としてしばらく使ってみようと思います。で、まだ横側から光が漏れちゃうんで、こんな風に型紙作って、形を作って、で、これを照明側面に貼り付けて、とりあえず完成です。
このシェードはただ照明に乗せてるだけです。こんな感じで水槽上部が完全に隠れて、部屋に余計な光が拡散されることはなくなりました。ただ水面がちょっと見ることができなくなっちゃうんですけど、何もしてない時に上から見るようなレイアウトでもないんで、とりあえずこれでいいと思います。で、後ろの方は、あえて少し光を切ってます。ね、水槽内の後ろの面に、あんまり光が当たらないようにして、影のようになって奥行き感が出るようにしてみました。香料が必要な水草が入ってないんで、できることかもしれません。で、最後にその香料のセッティングを少し変更しました。12番目の動画で1日の照明セッティングを作りましたが、その時はこんな感じで、かなりね、香料を控えめにしてあります。で、これをこのくらいまで上げてみます。今、水槽が一応安定してるのに、なんでわざわざこんなことするのかっていうと、僕は水槽を維持するのが初めてなんで、この環境でのね、上限みたいのを知っておきたいんですよね。で、どの辺まで上げると問題が起きてくるのかっていうのは、機材のスペックとか、点灯時間っていうね、単純な数値だけでは測れないと僕は思ってます。これはそれぞれの水槽の環境が全然違うからですね。で、変更と同時に問題が起きれば、僕の環境で照明はこれ以上上げるとまずいっていう一つの参考になると思います。で、これは以前お話ししたトラブルを迎えに行くっていうのの一環ですね。経験が豊富な方っていろいろ失敗して、こういう感覚的なところを知識に変えてって腕を上げてってるんだと思ってます。なのでちゃんと仮説を組んだ上でですけど、僕も経験を積みに行きます。これ大失敗しない程度にね。そんな感じで照明の方は部屋が暗くてもあっちゃこっちゃに光が漏れてなんか壁が光ってるみたいなことにならなくなりました。ちょっとまだシェードがしょっぱい感じなんですけど、とりあえずは実験っていうことでこのまま使ってみようと思います。では今回使った金額です。低発泡エンビータ、これが3590円。用途釣り99円。オーバルスリーブ、カシメですね。これが104円。ステンレスワイヤー50センチ147円。ここまで合計で177,269円使いました。今回でもうほとんど僕が思う環境は揃ったと思います。あとはもう水草とかが僕のイメージする感じに増えてきたらメインの魚が入れられるかもしれませんね。そして次回はまたエビなんですけど、ちょっと悲しいこともあったりしたんで、ちょっとその辺は動画の公開をね、お待ちいただければと思います。それではまた。